か。紹介するよ。石原君。どうも杉岡です。石原です。よろしく。遅かった。杉岡は警戒心が強かった。初めて野淵に紹介されたこの時もおそらくナイフを隠していたに違いない。まあ先取りっていうか、90年代の前半から日本社会っていうのはほとんど本質的に変わってないですからね。ベースっていうか本質的なところで高度成長の頃と変わってないから、システムとか考え方が変わってないから、いろんな問題が噴出してるわけですよ。だからいまだに昭和怪談伝説、僕が連載で書いた頃の、いわゆるその問題っていうのが今もずっと残ってますから、まだそういうことをきっと感じてもらって監督も撮ろうというふうに思ってもらったんだろうと思うんですけどね。ある程度のところでカット。僕にとってはこれは一つの冒険というか挑戦というか、すごく毒のある映画ができるんじゃないかなっていうのと、展開力とか描写とかそういったものがすごくきちんと構築して撮らないといけない映画だなっていう風な思いがあって、すぐやりたいなと思ったんですけどね。毎日毎日盛りだくさんな撮影でしたよ。夜遅くまで大体かかってましたね、ナイトシーンに入る時は。ワンカットワンカットごとにそれなりにこう大変なわけですが、結構ガンガン撮ってってですね、俳優さんテンションが上がってきた時点で本番という風なスタイルになるんですけども、それのずっと持続だったんでね。だから総じてその俳優さんもこの作品においては何やってもいいんだっていう風にどっか自覚してくれてたところがあってですね、本当楽しんでくれたんじゃないかと思いますね。仲間といっても共通の趣味や目的があるわけではない。野淵と僕は高校の同級生だが、他の人間とはどこでどうやって知り合ったのかさえ忘れてしまった。僕たちはただ集まり、ただ漠然と奇跡だけを信仰していた。まず俺が思った感想は、時間だから言うの。すごいやっぱ面白かったし、内容もなんかすごいこうファンタジックな、ありえない、なんかね、なんて言うんだろう、すごい独特な雰囲気を持ってるなんか変な世界が出来上がってるじゃん。通り魔か。そんな受けると思わなかったよ。面白かったですね。ね。経済見てすごい笑えたっていう笑えるよね。確かに。感じで。そうだよね。もう完全にもう喜劇だなと思って、もうコメディだなと思ったから、もう本当笑っちゃうし、台本読んでるだけで。でやっぱりその男のグループの仲間意識というか、なんかダメな感じとかが自分も参加できて、そこにでダメな空気が出せれば、もうそれはすっごい楽しいなと思って。なるほどね。俺オーディションでこの作品入ってるんだけど、
篠原監督とやりたいっていうのが、純粋な気持ちで、あとなんかこういう同世代の役者の人たちとこうなんか一緒になってこう戦えるようななんか作品っていうのはずっとやりたかったから、でやれて、おまけにね杏君と池氏とは前から友達だったりして、これでこのメンツでやったら絶対楽しいだろうなと思ってたんで、絶対やりたいなと思って受けたんで、やれてよかったです。楽しかったです。なんかこういうキャスティングってなんか面白いよね、なんかね。で杏君はさっき言ったよ。行ったんだ。行ったんだ。一番最初にね、一番最初にね、ちゃんと良かったって。ちゃんとよかった。ちゃんとできたんで。男6人いるとなんか、一つのなんかネタのこととかでもなんかわー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 言い合って団結するっていうか、なんかそれは本当に映画と一緒で、なんか男って一つのことに対してなんか団結して何かをやろうとするでしょ。なんかそれは本当なんか映画の中でも現場のその外の中でもなんか結構一緒だったですよね。楽しかったですよ、すごい。セリフもすごく忠実に脚本を作ってありますし、そのご本人の村上さんがこれだけ気に入られているということは素晴らしいことだと思いますね。クランクインして緑会は多分全員の女優さんがシュッて役にもうすんなりすぐ入れたっていう、だから楽しめたし、だからなんかね本当におばさん独特の団結の仕方でしたね。若者グループとは、撮影の最後の方まで一緒になることがなくて、お会いした時すごく嬉しかったし、お会いするってスケジュール見て分かってた時もなんかウキウキしてたし、なんかね仲良くしちゃいけないような雰囲気もあり、お互いになんかいっぱいいろんなこと知り合いたいんだけど、なんかそれをやっぱりこの作品の影響でなんか仲良くしちゃいけないんじゃないかっていう。でもちょっと役から離れるとかっこいいからもうちょっと話をしたいとかいろいろあったんですけど、この緑会のメンバーの人たちと結構別で撮ってて、別で進んでて、こっちはこっちでまた別で進んでるみたいな感じでやってたんで、なんかいい具合にこっちはこっちでまとまってただろうし、こっちはこっちでまとまってた。なんかそれがちょうど敵っていう意味でうまく対立したんじゃないかな。忘れられないの、忘れられないあの人が好きよ、あの人が好きよ。コスプレのシーンあったじゃん、あれすごかったね。俺結構美味しいなと思ったけどね。俺ああいうの好きなんだよね。俺も好き。プライベートで好きとかそういうのじゃなくてさ、ああいう状況だから着れるっていうのがあるじゃん。結構そういう格好してるもんね、家行くと。暑くなってきちゃった。すげえ汗かいてタオル貸してあげるの。ありがとう。サンキュー。巻いて。似合うよね、そういうのね。めちゃめちゃ似合う。本当に。いいね、ちょっと活躍してるね。頑張ってる感じが。すごかったよあれ。ボンテージ。ボンテージ。寒くなかったね。寒かった。寒かったもん。すごい寒かったよね。ね。ミツは震えてましたもんね。あれだって本当に芝居とかないよね。寒かったもん。寒かった。普通に早くしてくださいっていうやつにあったもんね。本当寒かった。風が本当寒かった。そう、海風がねすごかった。いやーでももう二度と着ることもないよね、そんな。日常でやっぱまず着ないから。そういう意味では面白かったですけどね。あとさ、みんなでさ歌ってたじゃん。
あの振り付けとかさ、あれ先生来たけど意味なかったね勝手にやっちゃったからこうしますとかわけもないのにないのに恋はピンキーとキラーズのあの音楽とか別に普通に良かったしね。いや曲はもうでもね良かったね。すごくいい感じだった全部。歌ってたよね。みんなでも休みある時なんか口ずさんだりしてたね下にねずっとね。いやいまだにでも口癖みたいにこうパッと出る時あるでしょ。あるある冷蔵庫とか開けて忘れられないのっていう時あるよね。それはないよ。いやあるある全然普通にあったのでびっくりしたこれ。作りすぎじゃないでも今回やっぱり若い男の子たちが歌にはちょっと年代のね古いものを歌ってたりとか、そのギャップが面白かったりとか、私たちがこの場でこの歌をっていうそのギャップが面白かったりとか。あなたに流れて私は女王になる震える羽激しい恋に焼く二度とは空に。今回白い蝶のサンバっていう歌をね歌わせていただいたんですけど、初めて歌ったし初めて聴いたんですよ、あの歌を。なんて難しいんだろうとか思って、であの後もカラオケに行って歌ったんですけど、これ何って言われて、いや実は映画で歌ったんだけどって言ったらひどくないとか言われて。でこれはミュージカルではなくて、そういう意味ではこの歌を歌う人たちがその歌を選ぶということにおいてなんかすごくフィクショナルな部分というのが、強まったというふうには思ってるんですよ。その歌もセリフの一つっていうかですね、なんか歌の歌詞がセリフということではなく、あの歌を歌うこと自体が一つの大きな設定なのかなっていう。星の流れに身を占って星の流れには必ず歌ってたんです、10代の頃から本当に。だから、星の流れにが本当この映画でなんかね、緑会でちょっとテーマ曲のようにみんなで歌うシーンの時はなんかとても嬉しかったですけど。次にやり方なんだけど、いろいろ考えるとシンプルでしかもちょっとした工夫があるっていうのが一番ね。できれば凶器は普段使い慣れているもの。杉岡は刃物を使ったんだから、こっちだって刃物で行くべきよ。歯には歯をね、歯村美法典よ。復讐したって罰は当たらないよね。だってこいつら人殺しだよ。ほら今回の映画でさ、結構みんなおばさんたちとさ、うちらのこういう仲間がいて、みんなそれぞれがこう普通にこう生活しててさ、なんかこうマンネリ化した生活の中でふとしたこう事件があるわけじゃない。そこでなんかそれぞれがこう、結構みんなそれぞれがこう良くなっていく感じじゃない。輝いてったりさ、俺とか結構あるんだけど、普通に生活してるとさ、なんかこの生活がなんかこう飽きたって大変だけど、もっとなんかこう刺激が欲しいっていうかさ、そういう時ってあるじゃん。そういう時ってなんかしてる？なんかそういうダイエット方法っていうかさ、そういうのある？なんか俺は日々動いてるからあんまこう退屈は感じないっていうかね。でその瞬間瞬間はちゃんと精一杯生きてるんだね。そうね。いやそうだね。いやわかんないけど、でもまあさ、勝手にまとめたんだよ。大事だよ、大事だと思うよ。そうでしょ。なんかさ、昨日のことを思い出せない次の日って嫌じゃない？昨日何したっけなとかさ、昨日も寝てたなとかっていうのが嫌なだけで、なんかそういう時間の過ごし方がいいかな。青くんのどういう感じ？
うだろうね。逆に俺は逆で結構何してたっけなって思い出せないぐらい毎日ずっといて、そう生きてて、でなんかそれに飽きたから仕事するって感じだから、なんか生活を変えられるじゃん、芝居のその役のことで。そうだよね。だからなんか結構逆にみんなとちょっと逆かな、それが逆にニュートラルの方っていうか、よし、顔は誰？うわなんかこうリセットした旅だね。旅だ。旅が一番リセットしやすいかもしれない。そうだ。ちょっとした環境の違いだけで気分が違うからね。結構どっか遠出ちょっとだって出れば田舎みたいなとこになっちゃう。そしたらなんかそれだけでテンション上がるでしょ。そうだね。結構行くとね、田んぼがあるだけでテンション上がるみたいな些細なことだけど。そうだね。だからさ、俺らの映画でさ、結構なんかあれって旅だったじゃん、ある種さ、あそこまで行くさ、なんかあれがさ結構なんかああやってる過程がすごく楽しくてさ、そうだね。なんか俺も普通になんか演じてたけど全然なんかなんか現場に行くのがすげえ楽しくて、なんかあの過程がすごく楽しかったなっていうのがすごくあったりとかしたな。現場そのものが戦いでしたね。時間とか体力とか、もう体力も限界に達すると気力もで、もう若手の男子グループはまだ若いので、おばさんの緑会はもうみんな戦いでした。でもね、楽しかったんです。緑会が一致団結して、女優同士でここまで結束するのは珍しいっていうぐらい結束しまして、先輩方がいらっしゃってすごくいい勉強になりましたね。待ち時間にいろいろと逆に勉強になったことが多かったです。とても楽しい現場でした。劇中の中のように絆が深まっていくっていうか、棺桶入ってた時一日中その時も死んでて本当にずっと死んでたんですけど、その白装束のままで皆さんとおしゃべりしたり、携帯で写真を撮ったりとかしてでやっぱりこのキャスティングがすごいんじゃないかなと思うんですよ。本当に若者たちとおばさんのもう一人一人の個性がくっきり出てるので、それがぶつかるとこんなに面白くなるんだっていう、なんか言いようがないぐらい不思議な映画だなと思って、なんかありえそうでありえない、ありえなさそうでありえる、本当に真剣に楽しんじゃってる感じ。潔い感じですね。こんなにドキドキする映画も久しぶりだったんですね。バラバラなはずなんだけどちょうどいいみたいな。だからそれが僕はすごい心地いいなと思って。全編こうぶっ通しでガーッとこう勢いで見てほしいなっていう流れの中でちゃんと笑ってほしいなと思ってて、いや基本的には娯楽映画を作ったつもりなんでね、あんまり構えずに楽しんでより多くの人に見てほしいなと思ってます。睡眠不足の昼下がり、一つの歯車の狂いが人生に大きな転機を呼び起こす。どうしたら自分を捨てられるんですか？どうしたらおばさんのように何も考えずに生きられるようになるんですか？許せないわね。許せない。とうとう敵を取ったよ。月が僕たちの仲間がおばさんに殺されたんです。おばさんといっても親戚ではなく。どんなおばさんだ？どうして私たちが
バカにされなきゃいけないの？僕たちは復讐しなければいけないんです。あなたまさか私を見てお母さんを思い出してなんて言うんじゃないでしょうね。あ、ピップエレキ版ですね。では皆さんごきげんよう。二人でドアを閉めて二人で名前消してその時心は原爆あります？あるけどどうすんの？